16歳で地獄に行く。これは本当のお話。物語の由来、ものすごい左手のお話。ローリーロール転がって追いかけられてさまよって捨て子はやっと小さい。母親のスカートは春のように暖かかった。そこに来たのが太陽のまま父ゼウスだ。あいつはひどく落ち着いた。思わず伸ばした左手であいつはお天道様のまま父を殺す。それで次の2曲目の、廃住京都の歌、16歳で地獄に行く。あれはまさにあの曲は僕が入院してる時にバラエがコーテペンギンからもらったオムニバスの中にコーテペンギンのが1曲入れてて、その曲がセキュリティカメラっていう曲で、それをこう退院後僕聴いて、あ、これいいなと思って、これだと思って、この不吉なこう戦前ブルース、戦後ブルース、不吉なスライドギター、あの感じがとても気に入って、これにも絶対曲を入れ曲をつけたいというので、16歳に地獄に行くという歌詞を作って、とにかく彼のリズムっていうのは揺らぐし、とても個性的なもので、彼との付き合いはもう何十年と若い頃から付き合ってて、だいたいこう彼の呼吸っていうのは分かってるつもりだったんですけども、それで、まあ生意気にも、一生つけようというか、それで一生懸命膝打ちでリズムを覚えて、それで用意した歌詞を叩き込むようにこう上に乗せていったんですけど、大体ヨーロッパ文明が近代文明に移り変わる時、大航海時代、それと工業時代が始まる時ですね。その時新大陸が発見されて、やっと文化的っていうか、要するにこう昔の暗黒の時代から抜け出してきたヨーロッパの人たちがおのおのの欲望なり一攫千金なり、なんかそういう欲望を持って新天地になだれ込んできたわけです。言ってみれば文化人がいきなり原始時代に戻されたわけです。そうするとやはり必要とするものがいるわけですよね。それは力であり信仰であり、それは信仰は正しい間違ってるそれは関係なくて、とにかくいるんです。なんか生きるためにそういう原始の中に放り込まれた近代人が作り出した国、ちょうどその新大陸に移住した人たちの1世代2世代3世代ぐらいかな、後にぐらい開拓フロンティアの時代、それはまさにアメリカは16歳ぐらいの時だったと思う。
別にアメリカだけじゃなくて人間どこの国に住んでも、もう16歳っていうのはもう立派な大人です。もうそこで、どういう人生を生きるかってもう決定できる時代です。年代です。そこで僕自身にとってもこう16っていう年代はこうそういう時代だったし、そのその年代の凶暴性とか、純粋性とか、そういうものの中に何て言うかな、アメリカンヒーローっていうかな、世界がおかしくて、世界がそういう野蛮で、世界が悪だったら、その悪が取り決めた法律なり決め事っていうのに逆らうっていうのは、対照的に正しいことになるんですよね。だからそういう優しい悪いやつというか、そういうヒーローが出てきたのもアメリカの若き時代だったと思う。最初のロックヒーローだ。僕が子供の頃、漫画家になりたいっていうのはもちろんありました。絵で食いたいっていうのは。それ以外に一つは何です。ただカーボーイになりたい。あとは船乗りになりたい。僕のカーボーイになりたいっていうのはまさにアメリカのそういうチンピラヒーローへの憧れ。あとヨーロッパの船乗りになりたいっていうのは多分海というのはヨーロッパでしょうね。意識しない、知らない芸術、そういうものへの憧れ。その2つ。その2つの中に現実化できるのがやっぱりロックンロールであり漫画だった。やっぱり人はやっぱり若い子はこう経験が軽々しく言えないけれども16歳ぐらいでやっぱり地獄へ行くもんなんですよね。現実的に行かないとしても心の中で何人かは殺してるんじゃないかなと思う。子供の頃からずっと悩んでることが、あったんです。今はそんなもんで悩みませんけれども、僕の記憶の中に人を殺した記憶がなんでか知らないけどある。それは体験したことも実際にやったこともないけれども、もちろん僕は日本人だしヨーロッパもアメリカも知らないけれども、でも体験してるその体験っていうのはもう後に要するにそのメディア、テレビやラジオ雑誌そういうもので入ってきた知識が無意識化に蓄積されたものかもしれないけど、だからずっと僕は僕であって僕でない。なんでこんなところに僕がいて、なんでこんな言葉を喋ってこんな東洋人みたいな見てくる人っていうのがいつも不満で、僕の最大の
嫌なことは日本人であるということが一番嫌だ。だから自分の、日本人であって日本人じゃない、要するにメトロポリタン、そういうものになるっていう、意識はずっと、作品の面でも、生き方の面でも、持っていたものなんですけど。そういうものを、少しでも、16歳で地獄行きで、